お正月の正体、神と人の契約、新年の謎解き、お年玉と鏡餅の真実。皆さんこんにちは。クリスマスも終わりですね。街の空気は一瞬で年末モードに切り替わります。次はいよいよお正月がやってきますね。日本人が1年で最も大切にする行事です。でも私たちは正しく正月を知っているでしょうか。なぜ餅を食べるのか、なぜ鐘をつくのか。今日は日本人が忘れてしまった正月の正体に迫ります。まず、明けましておめでとうの意味から単なる新年の挨拶だと思っていませんか。実はこれ、年神様への感謝の言葉なのです。お正月には各家庭に年神様がやってきます。無事に新しい年神様をお迎えできたことへの祝福、おめでたい、おめでたい状態になったこと、神様と人が対面できたことを祝う言葉だったのです。では、年神様、年神様とは誰でしょう。実はご先祖様の集合体だと言われています。稲の神様であり、家の守り神でもある存在。山から降りてきて私たちに活力を与えてくれます。その活力を年魂、年玉と呼びました。これがお年玉の語源になっているのです。詳しく紐解いていきましょう。面白いですよ。昔のお年玉はお金ではありませんでした。神様の魂が宿ったお餅を配っていたのです。鏡餅は神様が宿るためのより台、よりしろです。神様の力が移った餅を家長が家族に分け与えるお年魂、お年玉をいただく儀式でした。つまり餅を食べることで新しい命をもらうのです。数え年で正月に年を取るのもこのためです。餅を食べて魂を更新したから年が増えるのですね。お雑煮を食べる理由もここにあります。神様に備えた餅と野菜を一緒に煮込んで食べる新人とも食い、新人教食の儀式です。神様と同じ釜の飯を食べて体内に力を取り込む。お雑煮はただのスープではなく神聖な薬なのです。具材が丸いのは円満を表しています。角が立たないように全て丸く切るのが作法でした。次に除夜の鐘の108回の謎です。人間の煩悩の数だというのは有名ですね。でもなぜ108という数字なのでしょうか。これには数学的な計算式が存在するのです。目、耳、鼻、舌、身、胃の6根それぞれにこう悪、平の3つの状態があります。これで18種類になりますね。6×3、さらに清し、シミの2種類で36種類、18×2、これが過去、現在、未来の3世にわたります。36×3 で合計108となるわけです。時空を超えたすべての迷いを断ち切る数式なのです。四苦八苦を取り払うという説もあります。4×9、36、8×9、72、足すと108になりますね。苦しみを取り除くという語呂合わせです。昔の人の言葉遊びのセンスは素晴らしいですね。鐘の音には 1F 揺らぎが含まれます。聞くだけで脳波がアルファ波になる癒しの音。科学的にも心を洗う効果があるのですね。門松は神様のアンテナです。年神様が空から降りてくる時の目印です。松は待つに通じ神様を待つ心を表します。竹は成長の速さと生命力の象徴ですね。梅は春に先駆けて咲く強さを表します。縁起物のオールスターで作られた GPS なのです。これがないと神様が家を通り過ぎてしまうかも。マンションなら小さな飾りでも十分効果的ですよ。しめ縄はここから先が聖域という結界、家の中が正常であることを示すサインです。大掃除が終わってから飾るのはそのためです。汚い家には結界を張る資格がないのですね。一度入った神様が出ていかないようにする蓋、そんな役割もあると言われています。29日は二重苦、31日は一夜飾り、28日までに飾るのがベストなタイミングです。おせち料理の重箱の意味も深いです。福を重ねるという願いが込められています。中身もダジャレと願いのオンパレードですね。黒豆は豆に働けるようにという健康祈願。数の子は子孫繁栄。田作りは五穀豊穣。エビは腰が曲がるまで長生きできるように。栗きんとんは金とんと書き金運アップ。食べて運気を取り込む最強の開運フードです。でも本来は主婦を休ませるための保存食。三が日は火の神様にも休んでもらうため台所を使わないようにする習慣がありました。だから日持ちする濃い味付けのものが多いのです。現代では美味しいものを取り寄せるのも良いですね。無理に作るより家族と笑顔で過ごすのが一番。形式よりも
休むという本質が大切なのです。初夢で見ると縁起が良いものといえば、1富士、2鷹、3なすび、なすびですね。富士は不死、無事、鷹は高い、掴み取る、なすびはなすで物事を成し遂げる意味です。実はこの続きがあるのをご存知でしょうか。4扇、4扇、5タバコ、5タバコ、6座頭、6座と、扇は末広がり、タバコは煙が上昇する運気、座頭は毛がない、毛がないというシャレ。どこまでも縁起を担ぐ日本人のポジティブさ。初詣はいつ行くのが正解なのでしょうか。昔は恵方参りと言って恵方の神社に行きました。今は近くの氏神様に行くのが一般的ですね。元旦に行く必要は必ずしもありません。松の内7日か15日までに行けば大丈夫。神様への挨拶はお願いより感謝お先に住所と名前を名乗るのも忘れないでください。どこの誰かわからないと神様も困りますからね。お賽銭の額に決まりはあるのでしょうか。5円は5円があるとして人気ですね。10円は遠円で円が遠のくと嫌う人も。でも本来は金額の高は関係ありません。自分にとって痛みのない額を捧げるのが修行。大切なのは執着を手放す心の動きなのです。投げ入れるのではなく静かに滑らせましょう。神様にお金をぶつけてはいけませんよ。おみくじは吉凶よりも内容を読みましょう。神様からの具体的なアドバイスが書かれています。大吉でも慢心すれば今日に転じると戒めるもの。今日でもこれ以上悪くならないという励まし。結んで帰るか持ち帰るかはどちらでも OK。時々読み返して指針にするのがおすすめです。今の自分に必要な言葉が必ず書かれています。寝正月という言葉は悪い意味。だらだら過ごすのは良くないと思われがち。でも本来は寝て運を待つという意味も。家にこもって神様と一緒に過ごす時間なのです。無理に外出せず英気を養うのも立派な正月。1年分のエネルギーをチャージする期間です。罪悪感を持たずに堂々と休んでくださいね。正月の遊びにも魔除けの意味があります。羽つきは羽が病気を運ぶかを食べるトンボに似ている。子供が1年病気をしないための厄除けでした。たこ揚げは立身出世を願う祈り。福笑いは笑うもんには福来るの実践です。昔の遊びには子供を守る願いが詰まっている。たまにはアナログな遊びも良いものですよ。七草がゆで正月を締めくくるのはなぜ。1月7日に食べる七草がゆは胃腸薬の役割。ごちそう続きで疲れた胃を休めるためです。青菜の不足しがちな冬の栄養補給でもあります。邪気を払い万病を除く呪術的な意味も。自然の生命力をいただいて日常に戻っていく見事な生活のリズムが作られているのですね。どんど焼きで神様をお見送りします。1月15日の小正月に行われる火祭りです。門松や締め飾りを燃やして煙にします。年神様はその煙に乗って山へ帰るのです。この日で焼いた餅を食べると病気にならない。始まりから終わりまで完璧なストーリー。感謝で始まり感謝で終わるのが日本のお正月。現代の私たちが受け継ぐべき心とは。形は変わっても本質はリセットと再生。新しい時間を新しい気持ちで生き直すこと。目に見えないつながりを大切にすること。慌ただしい毎日の中で立ち止まる大切な節目。文化を知ると過ごし方が丁寧になりますね。今年のお正月は少し意識を変えてみませんか。ただの連休として消化するのはもったいない。お餅一つ食べるにも感謝を込めてみる。玄関に小さな飾りを置いてみる。その小さな行動が運気を大きく育てます。神様は楽しそうな家にやってきますからね。皆さんの来年の抱負は何でしょうか。言葉にすると願いは叶いやすくなります。コメント欄をエマの代わりに使ってください。宣言することで自分自身との約束になる。私も全力で応援させていただきます。夢を語る場所として活用してくださいね。そろそろお別れの時間が近づきました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。日本の文化の奥深さを感じていただけましたか。知れば知るほど日本が好きになりますね。この動画が良き新年の準備になれば幸いです。体調を整えてその時をお迎えください。それでは良いお年を。来年も素晴らしい一年になりますように。皆さんのご多幸を心よりお祈り申し上げます。また次回の動画で元気にお会いしましょう。チャンネル登録もお忘れなく。